盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷4世4代目北谷隆一です。今回のテーマは目切りなんですけども、目切りは何度かね動画でやってるんですが、一応おさらいということで、時期始まる前にねこれ多分ご覧になられてると思うんで、これを見ながらやってもらったらなと思います。はい、で本題に入る前に少しだけお時間ください。今無料でねメールマガジン、メール講座といいますか、それやっております。概要欄からメールアドレスだけで無料で登録できますんで、そちらで登録してみてください。で登録しますとねメールが定期的に届きます。で内容は僕が YouTube で普段喋ってるような内容なんですが、それを改めてちゃんと活字で起こして、で専用の動画もいっぱい撮りました、実際。はい。で5、60通届きます。でなお普段僕が言ってるよりまたより理解が深まるような内容になってるんじゃないかなと思うんで、ぜひぜひ登録してみてください。では本題に戻ります。今回はね普通の目切りのねおさらいというか、念押しというか目切り難しいんで、長い方から切ったらいいか短い方から切ったらいいかとかね、もう迷い出すと大体間違うのがねよくあるパターンでね。はい、なんでなおのこと何回も言った方がいいんじゃないかなと。で今回これちょっとやってみるんですが、見ていただいたらねすごく長い目と、よく見るとこの下の方にね小さい目がちらほらあります。はい。で普通目切り1日というか、もう今日この子に目切りをするぞと思ってもう全部切ってもねいけんことはないんですよ。はい、全然いっぺんに切ってもらっても全然大丈夫です。ただ大丈夫は大丈夫なんですが、よりこの、目切りの目的っていうのは目の大きさというか強さというかね、の平均化並びに次2番目目切りした後に2番目にその次に出る新芽のことを2番目っていうんですけども、その2番目の刃の長さ、目の強さも含めてですけど、刃の長さが秋冬頃に綺麗にね揃うと、長さとか強さとかも揃うというのが目的の一つであったり、あと目数が増えるっていうのもね目的だったりしますね。切らなかったらこれがそのままこの盆栽の枝や芽になるんで、そのままほっとったら大変って、それを防ぐという意味もありますわね。はい。でその中でより盆栽を美しくするための目切りはね、盆栽を美しくするための作業がどんどんこれにねしていかないといけないんで、より良くするとなればこういう大きい目に比べてその小さめの目をね先切るんですね。この切る時期がよく言われてるのが6月中旬とか下旬とか7月頭とかね。はい。この木植え替えてるんで、ちょっと早め、植え替えてる木はねちょっと早めのタイミングがいいんですよ、普通の目切りでも。植え替えてなかったら6月下旬にするところ、植え替えたから6月初旬にするとかね、そんな感じです。そっか、今言ったけど、そうですね、植え替えてるかどうかで2、3週間は変わるかもですね。あと植え替えててこれビュンビュン伸びてるからこれ切れるんですけど、あんまり伸びてなかったら切らない方が無難です。はい、ちょっと先ほどやってたの続きしますが、これ小さいのだけね先切っとくんですよ。はい。で後からこの長いのをこんだけ差があったら2週間ぐらい空けてみましょうかね。後からこういう長いのをこうやってね切っちゃう。これ今YouTube だからちょっとそういう時間とか関係なしに説明しながらやってるんですけど、短いのをやった後にこう長いのを切るというね。でこれ今適当に目切ってますが、切る時に葉っぱ少々巻き込んで切っちゃっても全然大丈夫です。なんか聞くところによるとこの葉っぱもねこの時期にはもう必要ないんですって。はい、学者さんに聞きました、大学の先生に。はい、でこうやってね別に切り揃えてもちょっとやってみようか。
切り揃えても大丈夫です。はい。切り揃えたからなんだと言いますと、揃えたら多少綺麗になるのと、これ切るとね、秋冬頃にね、結構古葉取りがやりやすいんですね。あ、これ去年のだ。ここの葉っぱがなんかタバコみたいになって、これ去年のですけど、見た目もしっかりね、分かりやすくなって取りやすい。で、芽を切る場所なんですが、ここが分かりやすいかな。この葉っぱがしっかり出てて、真ん中から緑色の茎がね、これ新芽ですけども、この境目、葉っぱと新芽の境目より、境目ギリギリでもいいんですけど、あんまりギリギリ攻めすぎたら次2番目が出るとこ切っちゃうといけないんで、ちょっと気持ち上ぐらい、この茎がちょっと残るぐらい、すり切りの構えはしないんですよ。全然。すり切りだから残したからって別にどうってことはないんですけど、初心者さんがね、間違えたらダメかなと思って、ちょっと残すぐらいが安全じゃないかなっていうね、ちょっと残すぐらいが。はい。切るとなったらね、期間を空けて切るっていう話さっきしたんですけども、期間が空ける空けないかかわらず、最終的にはこうしてくださいって今ちょっとやりますね。それとね、これはないか。長い芽のね、脇にね、小さい芽がいたりするんですけども、この新芽がね、この一つのとこから2つぐらい出てる場合があるんですけど、その時はもう両方切りますね。この辺りのこんなちっちゃいのは置いとってもいいんかなという。これでね、切り忘れがあると、後ですごく葉っぱが長くね、伸びる部分が出てくるんでね、しっかりちゃんと切るべき芽は、ちゃんと切ったかどうかっていうのは、しっかり見ましょう。忘れると、後で本当に、ああって、もう取り返しのつかない芽が出てきますから、はい。こんな感じ。やっぱり切るとね、目切り直後ってあんま綺麗なもんでは多分あんまりは、綺麗じゃないかなと。もうしょうがないですけどね。これしないともうしょうがないんで。やっぱり黒松系というか黒松とか赤松とかは、やっぱ秋冬がね、綺麗な時期なのかなと。春も結構綺麗ですけどね。はい。目切りした後としばらくはもう、ちょっとぐちゃぐちゃっとなるのはもう仕方ない。寂しい感じとかね。はい。これはこの感じで。で、これ、ちょっともう一つ用意したんですけど、さらにこの長い目がもう長すぎるぐらい元気になっちゃってる。これ若い木特有のね、若い木はこういうのよくありがちですね。こういうのでもやっぱその中の方にね、ちっちゃい芽がいるんですけども、これを先切っといて後から切るっていうパターンが一般的かなと思います。で、これぐらい密集してたら、芽だけ切るんじゃなくて、ある程度ちょっとこうガチャガチャっとね、芽がね密集しすぎてるとこは間引くような剪定も芽切りと合わせてした方がいいかなと思います。はい。ちょっとこんだけモサモサしてたらね、どうしたらいいんだってこうなりますけどね。感覚的な感じでいいですよ。絶対これとこれどっち残すって正解ないんでね。大体で等間隔で輪郭大体で揃えれたらもう OK なんで、あんまりこう思い詰めてやらなくても、こんだけ元気な子だったら大元から切らない限りはもう大体芽が次出ますんで、はい。気軽な気持ちでやってみてください。ただ普通の芽切りは弱い方が先で強いのが後と、はい。それは覚えとってもらった方がいいかなと。でこれぐらい元気だったらいっぺんにさっきも言ったんですけど、小さいのも大きいのもね、もうまとめてやってもね、意外とちゃんと揃って出てくんじゃないかなとも思います。はい。
まあやっぱ展示会とか出すような超高級品とかなってきたら細かくね考える必要もあるかもしれませんけども、これぐらいだったら特に若い木だったらもう大体で多分いけちゃいます。経験があるから大体でいけるかもわからんですけど、はい。わからんかったらまたなんか質問してください。その質問に伴ったらまた動画作りますんで、はい。今回ちょっと若い木をあえてねモデルにしてやりましたけど、古い木だったりとかもう枝がすごい落ち着いてるような木はまたそれぞれの考え方で、とにかく芽がね新芽が全部同じようなサイズだったらいっぺんにやってもらって全然大丈夫です。はい。こんなとこかな。また芽切りね難しいんで、また来年のね芽切り前なんかにもまた芽切りの動画作ってもいいかなと思ってます。結構ここですよって言ってもね真逆行かれる方やっぱりちょこちょこお話ご質問いただいてます。はい。そんなんもあるんで、大事なことはね水やりとかもあれですけど、ちょこちょこその時期にねやっていけたらいいかなと思います。はい。では本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷4004代目北谷隆一でした。チャンネル登録、高評価、メールマガジンもよろしくお願いします。